こんばんは。4月22日火曜日の乃木曜日を担当します。乃木坂46期生の鈴木優奈です。よろしくお願いします。乃木曜日初登場です。すごい緊張してるんですけど、温かい目で見守っていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということで、初めましての方もいらっしゃると思うので、自己紹介トークをしたいと思います。はい、名前は鈴木優奈です。生年月日は2006年の5月18日生まれです。年齢は18歳です。19歳の代になります。出身地は山梨県で、乃木坂46では初の山梨県出身となります。ニックネームは一応ブログの方ではゆうなちゃんかゆうなって呼んでいただけたら嬉しいですって書いたんですけど、まだつけていただいたことが人生でなかったので、いつか新しいニックネームがあったらいいなって思ってます。はい、こんな感じで、これがあと血液型は AB 型です。趣味はお散歩が趣味です。いつも2時間とか1時間とかを目的もなく一人で歩くのが好きで、いつも歩いてます。はい、特技は茶道とか縄跳びとかも得意です。はい。こんな大丈夫ですか？これってコメントは入れないんですかね。すごい。すごいです。たくさん。ありがとうございます。はい。休日の過ごし方。休日の過ごし方は、散歩をしてます、ずっと。散歩をしたり、あとは、家で映画を見たりとか、一人でお出かけするのも好きなので、一人でお散歩行ったり、一人で映画館行ったりとかしますね。はい。そんな感じです。はい。ということで、まずは、乃木曜日選手権特別編をやりたいと思います。はい。6期生初登場を記念して、6期生全員で競う特別な乃木曜日選手権です。6期生全員で行う競技は、先週に引き続き6秒66体内時計です。ストップウォッチを押して画面を見ないで6秒66ジャストで止めます。6期生の中で最も6秒66に近かったメンバーにはご褒美として素敵なプレゼントが与えられます。送られます。はい。ということで、今までの結果はこんな感じなんですけどなんかそれぞれメンバーの性格っていうか特徴が出てるんじゃないかなと思うので、でも私は高校生の時に陸上部のマネージャーをやっていて、ストップウォッチを毎日使っていたので、ちょっと頑張りたいと思います。はい。緊張する。ありがとうございます。
ということでやってみます。こうですか。はい。それでは見えますか。いきます。よーいよーいどん。ああ全然ダメでした。結果は6秒12です。惜しいですね。すごい。これってもしかしたら全然ダメです。全然ダメでした。悔しいです。陸上部マネージャーだったのにダメでした。ということではい、ありがとうございます。でもちょっと私は実はせっかちなんですけど、6期の中でも特にせっかちなひなのには勝ちました。嬉しいです。6秒12。はい、ということでご褒美はゲットならずです。ありがとうございました。ありがとうございます。すごい。はい、ということで次に前回の配信メンバー大越ひなのちゃんからの宿題をやりたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、ひなのちゃんからの宿題は、富士山は静岡と山梨どちらの方が綺麗に見えると思いますかという質問です。はい、これはもう答えは決まってるんですけどはい、これはもちろん山梨県かなと思います。ひなのとは本当に日常的にもプライベートでもすごい仲が良くて、一緒にこう喋りながら歩いてる時もちょっと富士山についてバチバチしたりしてるんですけど、でも富士山は静岡の方はちょっとこう雄大な感じ。結構静岡の富士山はゴツゴツしてるんですけど、しててちょっとこう強い山っていうイメージがあります。で山梨の富士山は割と形がこうシンプル、癖のない形で、すごい綺麗ですよね。私はそのお散歩をいつもしてた時に毎日富士山を見てたので、毎日お散歩で富士山を見てたっていう加点ポイントとして山梨の方が綺麗に見えると思います。はい。でもひなのが昨日なんか静岡のものなんですとかいうのを言ってたんですけど富士山は山梨のものなので、またいつかなんか富士山対決とかできたらいいかなって思います。はい、ありがとうございました。ということでここで次回の乃木曜日担当メンバーに宿題を出そうと思います。明日の乃木曜日は小津玲奈ちゃんが担当します。ということで宿題を考えたいと思うんですけど、皆さん何か聞きたいことありますか？小津ちゃんに。どうしようかな。小津ちゃん、はい。小津ちゃんはちょっと何がいいかな。
あ、辛い食べ物。おずちゃん。あ、星、あ、いいね。いいですね。じゃあ、決まりました。おずちゃん、おずれいなちゃんへ。まあ、おずれいなちゃんは魔法が使えるんですよ、実は。おずれいなちゃん、じゃあ魔法が使えるんですけど、まあ、そんなおずちゃんに聞いてみたい、どんな魔法、漢字が、ま、どんな魔法を使ってみたいですか？あ、じゃあ関係ないんですけど富士山書きます。はい。これは、はい、ということで、明日のおずちゃんへの宿題は、おずちゃんへ、おずれいなちゃんへ、どんな魔法を使ってみたいですかです。ちょっと魔法について聞いてみたかったので、明日が楽しみです。はい、ありがとうございます。これ、あ、はい。ということで、最近のグループについて、グループの出来事についてお話しします。6期生はこのネーブルオレンジに収録されているタイムリミット片思いの MV を北海道にこうロケに行って撮らせていただいたんですけど、すごく寒くて、でもみんなでこう見どころは雪でわちゃわちゃしてるシーンがあると思うんですけど、あそこは何だろう、こうすごい華やかな MV の中にあるこうアイドルの儚さみたいな、みんなの表情が結構すごい可愛くて儚くて、すごい無邪気な笑顔の時もあれば、なんだろう、ちょっと切ない表情をしてるメンバーもいたりするので、なんかそういうところに注目していただきたいなって思います。あとは MV 撮影の時の移動の時間にひなのとすごい、なんだろう、話がすごいあって、それまであんまりすごい喋ったことはなかったんですけど、なんか富士山県同士でこうシンパシーを感じて、すごく盛り上がって、こう何時間もある移動の車の中でずっと2人で喋ってたっていうのが思い出で、そこからすごく仲がいいです。はい、あとは海部あかりちゃんとひなのと3人でご飯を食べに行ったりとか、でも6期生はあとは控室でも結構みんなまんべんなく仲がいいというか、やっぱり春組のみんなはすごいこう明るくて盛り上げ役みたいな感じで、夏組のみんなは結構静かな、もともと静かな子が多いので、控室にいるとなんかだいたい声が聞こえてくるのは矢田ちゃん、矢田萌香ちゃんと長島りおちゃんと、
瀬戸口美月ちゃんと川端ひなちゃんのこう話し声はだいたい聞こえてきます。海部あかりちゃんはすごい静かなんですけど、たまにすごいこう楽しそうに笑ってるのを見て、なんか嬉しいです。幸せな気持ちになります。はい。あとは4月6日の乃木坂46初披露の会、はじめまして6期生ですが、ピアアリーナで開催されました。来てくださった皆様、配信を見てくださった方もありがとうございました。皆さんの温かい声援となんかサイリウムとすごい嬉しくて、元気が出ました。6期生みんなで、はい、頑張ってよかったなって。その初披露の回ではそれぞれ自己紹介、1分間自己紹介、自己 PR だったり特技披露だったりがあったんですけど、私はみこさんで自己紹介登場させていただいて、多分みんな私服で登場したと思うんですけど、一人だけなんかすごい赤い衣装を着ていたので、なんか大丈夫かなと思って不安だったんですけど、でもステージに上がった時にファンの方がすごい「おー」ってなんか声援くださって嬉しくて、その後のミーグリだったりリアルミーグリだったりでも「みこさん可愛かったよ」ってすごい褒めてくださる方が多かったので嬉しかったです。あとは特技披露は梅澤美波さん、私の憧れで大好きな梅澤美波さんとイントロクイズに挑戦しました。あれも1回目の問題に答えられなくて結構焦ったんですけど、ちょっと乃木坂好きだった身としてはなんかこう情けないと思ったんですけど、でも2回目からこう集中力を発揮して、そして梅澤美波さんにこう届くように背伸びをして手を挙げられたりもしたので勝つことができました。これからもいつか他の先輩方とかとも、あとバナナマンさんとかともイントロクイズ挑戦してみたいなって思うので、いつかそういう企画もできたらいいなって思ってます。はい、そして4月13日に開催された幕張メッセでのリアルミート&グリッドと4月20日のオンラインミート&グリッドではがありました。リアルミート&グリッドは初めてお披露目、初披露の会でも最後にファンの方とお会いしたんですけど、またそれとは違って結構ゆっくりお話できる機会があって、はいあって、すごい楽しかったです。皆さんが初披露の会の感想を伝えてくださったり、なんか乃木坂頑張ってねとか、入ってくれてありがとうとか、あとはなんだろう、幸運くださいとか、山梨のことについて触れてくださったのもすごく嬉しくて、すごいもうその日は分かりやすく元気が出て、もう帰ってからも嬉しくて、皆さんのお顔を家でも思い出すぐらいに嬉しかったので、もし機会があったら皆さんこれからも
リアミとかオンラインミートンドグリートも来てくださると嬉しいなって思います。本当にファンの方に元気をいただいてるので毎日ありがとうございます。はい、加入する前私は一度梅澤美波さんのオンラインミーグリに行ったことがあって、一度なんですけど、その時は本当にだからファンの方の気持ちもすごくよくわかるというか、始まる前にもうドキドキで何話そうとか、もう短時間の中で何を話して何を伝えれば好きが伝わるかなとか、すごいドキドキしてたので、今になってそっちのなんていうんだろう、会いに来てもらう側になったっていうのはなんか不思議な気持ちなんですけど、でもなんだろう、そのメンバーになってから本当に何を伝えようとかあの時はドキドキしてたんですけど、もう本当にファンの方が何を言ってくださっても何を伝えてくださってももう全部覚えてますし、もうどの言葉も嬉しいので、本当に皆さんも来ていただく時は全然緊張とかもせずに、なんだろう、ちょっと話したいなぐらいの気持ちで来ていただけたら嬉しいなって思います。はい、そうなんです、全部覚えてます。なんかこうあだ名をちょっと考えてきてくださったりとか、あと山梨県何が美味しいのとか聞いてくださるのも嬉しいです。地元が大好きなので。あとはこう雑誌のあのカット良かったよとかも嬉しいです、すごい。はい、はい、そしておととい放送されました乃木坂工事中に、初めて出させていただいて、先輩に6期生が PR してもらうという企画だったんですけど、それもまた緊張で、放送を見るのも緊張しましたし、収録ももう緊張で、まずはその梅澤美波さんとその番組出させていただくっていうのが決まった時に、もう家でまず叫びましてはい、家で大叫びしてドキドキでどうして間違えちゃった見に来ちゃったやばいです。いいかな。いや見に来ただけなんで一瞬だけ。はい、緊張したんですけど本当に楽しかったです、すごい嘘でしょ何の話してたの？乃木坂工事中で梅澤さんと一緒に出させていただいたっていう話を見たよ。ありがとうございますみんなどうか分かってないね一瞬いいんですか？皆さんすごい来ちゃった。ごめんね、邪魔して。スペシャルゲストですよ、皆さん。ちょっとちょうどいて、なんかこんなことありますか？入ってきちゃった。かわいいいや私なんていうものは映ってください。ちょっとじゃあ一緒入って皆さん見てますか？与田さんです。なんで来たって感じだよね。嬉しいです。本当になんかちょっと見に来ただけだから気にしないで。変わりますか？いやいや。ちらっとなんか顔見たいなと思って来ただけだから。ありがとうございます。お邪魔しました。ごめんなさいね。ありがとうございました。失礼しました。頑張ってね。嬉しい。嵐のように。
皆さんありがとうございます。皆さん幸せ者ですよ、きっと。今日配信を見てくださった今このリアルタイムで配信を見てくださった皆様はきっと幸運の持ち主だと思います。やっぱ私は皆様に幸運を届けたいというのを初披露の会で言ったんですけど、早速皆さんにラッキーが訪れました。ということで、また鈴木優奈神社に来てくださったらこういうことが起きるので、皆さんそれを信じてぜひ来てください。はい、ということで、乃木坂工事中のトークはまたブログとかでお話しさせていただこうと思います。はい、ということで、残りの時間はたくさんのコメントを読んでいきたいと思います。はい、質問だったり話してほしいテーマその他何でも OK です。たくさんぜひコメント送ってください。はい、じゃあ、はい、乃木坂46でやりたいことはありますかという質問ですね。はい、乃木坂やりたいことはでもそれこそ本気のイントロクイズとかやってみたいですし、あとはなんか先輩方とか同期とかを交えてなんかサバイバルゲーム、無人島に取り残されたらメンバーはどんな行動に出るのかみたいなゲームみたいなのをやってみたくて、なんかメンバーさんたくさんいるのでそれぞれこう性格が皆さん違うと思うんですけど、その無人島に取り残された時にどんな行動に出るのかっていうのをちょっと私は知りたいので、例えば船作り出す人がいたりとか食物を採集しに行く人がいたりとか、寝床を作る人がいたりとかすると思うので、なんかそれが誰なのかっていうのとか、皆さんのこう行動力というかを見てみたいなっていうので、その企画やってみたいです。はい、そして、山梨県のおすすめスポットはあるという質問です。はい、山梨県本当に大好きなんですけど、地元である富士山はやっぱ富士山おすすめですっておかしいんですけど、やっぱり富士山と湖がすごく綺麗で、その2つがやっぱおすすめスポットです。あとは遊園地って言っていいんですか？遊園地があるんですけど山梨県には大きい、そこの乗り物がおすすめです。はい、私も何度か乗ったことがあって、本当に命ギリギリみたいな経験をしたことがあるので、なんかもし悩みとかがある方はその乗り物に乗ってもらってもう一回生き返っていただけたらとか思います。はい、はい、ということで、そろそろお時間なんですけど、乃木曜日火曜日終わりのお時間がやってきてます。はい、乃木曜日初出演の感想はすごいダラダラなんかあんまりうまく喋れなかったかなって思うんですけど、でもすごいコメント送ってくださったり、こうずっと見ていた乃木曜日に出演することができて嬉しかったです。ということで、最後にインスタグラム、YouTube、TikTok にて初披露の回の個人ハイライトムービーが公開されています。さらに乃木動画にて初披露の回の直後に撮っていただいたソロインタビュー動画が
この後公開いただけるようです。はい、こちらもぜひチェックしてみてください。はい、ということで次回のおびよぎ配信時間は21時15分頃から、おずれんなちゃんが配信いたします。それでは今日ののぎよびは鈴木優奈でした。さようなら、バイバーイ、ありがとうございました。バイバーイ、またねー。いや、はい、え、できましたか？バイバイ。